こんばんは。はるけです。今回はウィンターワイルドカード選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、ハイスの選手だったりとか、SBC 目標で来ている選手たちをまとめてます。で、こちらの動画は現役の選手のみのティアリストになってます。じゃあ、それでは早速紹介をしていきます。こちらがウィンターワイルドカード選手のティアリストになります。まずは D ですね。D はですね、エゼ、そしてチェルキ、この2名を入れました。まずはエゼですね。エゼに関してはパスが99になっているという風な感じになってて、敵高のプラスを備えている、そういう選手になってますね。ドリブルはある程度の軽さはありますけど、基本的にはやっぱりパスがうまい。そこだけが特徴かなと、いうふうに思いますね。シュートに関しては、あまり入らなくてもしょうがないかなっていう風な、感じですし、逆足3も、少し厳しいところではあります。全体的には、ちょっと能力的には足りなかったかなっていう風なところで、パスはもちろんうまいんだけど、パスのうまさ、プラスいろんなものを持っている中盤の選手っていうのは今の現環境多くいるので、個人的には D かなというふうに思いますね。で、そして続いてチェルキですね。チェルキに関しては55っていうのは非常に素晴らしいと思います。スキル逆足は本当に特別な選手にはなるんですけど、この人もやっぱり84という風な能力は、厳しいですし、ペースもね、もうちょっとあった方が良かったかなというふうには思いますね。ドリブルに関しては十分軽い選手になりますし、ドリブラーの方だったらめちゃくちゃね、こう使いこなせるのかもしれないですけど、ただ、あまりこう理不尽さっていうのがなかったりとか、シュートに関しても、やっぱ決定力低すぎるっていう風なところがね、あるので、少しこの人もこう物足りなさっていうのはどうしても感じて、しまうかなという風には思いますね。で、そして続いては C ですね。C はですね、ウィンターワイルドカード、ワイナルドゥム。この選手1人入れましたね。ワイナルドゥムに関しては、この人はフィジカルかなが99になってて、その中のですね、スタミナだったりとか、積極性とかもカンストをしていて99になっているという選手になりますね。スピード自体はやっぱりどうしても遅さっていうのは、感じてしまうんですけど、やっぱ積極性99っていうのは結構でかいかなと思いますね。バランスいい選手なんですけど、やっぱこの人ももうプラス3、4あったらよかったかなというふうに思います。全体的に。で、パスも、中盤の選手としては少し物足りないですし、ドリブルは軽いんですけど、シュートもあんまり、決めきれたらラッキーぐらいな感じかな。決まったらいいかなっていうぐらいの選手なんで、ちょっとね、難しいかな。今の環境だったら他にこの人も代わりが、いてしまう選手にはなりますね。サウジの中盤だったらまだ、なんか強い方なのかもしれないですけど、ちょっとそうじゃない方、サウジリーグ以外の方にとっては、そこまで優先度はね、高くはない選手にはなってしまいますね。で、そして続いては B ですね。B はですね、ウィンターワールドカード、ロイス、そしてグリマルド、エンソ・フェルナンデス、目標で来てます、バンバ、そしてアレックス・バルデと、この5名を入れました。まずはロイスですね。この人はですね、十分金の時から強化をされて使えるレベルになったかなというふうには思いますね。ファーストタッチの質を備えてますし、基本的にやっぱトラップとかボールコントロールが上手い選手になります。で、冷静さに関しても91になってますし、シュートに関しても上手い選手になるんで、十分強さっていうのはありますね。スタメンに入れても普通にいい選手になります。ただペースがもう少しあれば良かったかなというふうには思うので、そこぐらいかな。スピードの部分だったりとか、フィジカルももうちょっとあればいいんですけど、そういうところで普通やな。意外とこうスピード感っていうのはあまり、感じない選手にはなってしまうので、そこが惜しかったかなというふうに思いますね。で、そして続いてグリーマールドですね。こちら CM の選手になってるんですけど、基本的にはやっぱり中盤の選手としては軽さっていうのがありながらパスもうまく、なってますね。CM の選手のような能力になってるので非常に素晴らしいなと思います。ただ逆足が3という風な
ところが、個人的にはやっぱ残念ですし、もう少しね、やっぱ守備能力が高かったり、フィジカル能力があった方が、よりいいなというふうには思いますね。まあ、この人もそこぐらいですかね。やっぱ逆足さんとか、フィジカルの守備のところが気にはなるっていう風なぐらいで、中盤の選手としてこうボール持ったりとか、ビルドアップに関わるってところは、まあ問題は、そこまでないので、まあ惜しかったかな。攻撃にもね、出ていけたい選手なんですけど、決定力があまりないんで、まあそういうところで、どっちかというと守備的なんですけど、守備的に使うってなったとしても、守備能力もうちょっと欲しいなっていう、感じなんで、全然 B ランクとしては、妥当なんですけど、もうちょっと強くあっても良かったかなというふうに思いますね。でそして続いてエンソ・フェルナンデスですね。エンソ。この人も、まあ、特殊として、強くなったかなというふうに思いますね。逆足が5になったっていうふうなところが素晴らしいですし、取った後のパスっていうのをしっかりつなげる選手にはなりますね。で、容赦なしのプラスを備えてますし、基本的にはフィジカルもそこまで弱い選手では、ないですね。積極性とか、まあリアクションだったりレスがある程度あるので、まあ守備戦の選手としては優秀かなと、いうふうには思いますね。で、ペースもまあ80まで、上がりましたし、まあある程度はっていう風な感じですね。個人的にはインターセプトかなの能力がもう少しあったらよかったかなという風には、思うんですけど、まあ全然十分使い心地がいい、そういう風な中盤、まあボランチの選手になりますね。で、そして続いてはバンバですね。目標で、来てます、バンバ。まあ無料の選手としては非常に素晴らしいと思います。スパサブの選手として取っといてもいいのかなと思いますね。ラピッドのプラスも備えてますし、ドリブルもね、ある程度軽いし、速さっていうのがある選手になるんで、まあ、シュートを打つっていうよりかは、やっぱりサイドアタッカーの選手として、まあ、サイドを切り裂けるという、そういう選手になるんで、まあ、やっぱスパサブですから、スタメンというよりかは、スパサブ起用が一番いいというふうに思います。まあ、気になる方は取ってみてもいいと思いますね。で、そして続いては、アレックス・バルデですね。まあ、この選手も非常に強化を、されてますし、まあ、ポジションが変わってますね。右サイドバックに一応登録のポジションが変わってます。まあでも全然 LB で、いいと思いますね。で、基本的に速さ。この人はね、めちゃくちゃ速いサイドバックになってて、ある程度小さいので動かしやすさっていうのが十分に、ありますね。ただ、この人はやっぱりフィジカル面だったりとか、積極性の部分だったりとか、冷静さの部分が非常に低いので、まあそこだけがちょっと欠点かなというふうには思いますね。正直速さとか動かしやすさだったりとかは、十分なんですけど、やっぱ守備のところで、そこ取ってくれないかとか、なんかこうすり抜けちゃうかってことが結構まあ多くなってしまう、そういう選手にはなりますね。まあ、速さというの部分だけを求めるんだったら、結構いい選手にはなりますし、クイックステップのね、プラスも、ついてるんで、まあ、全然やれなくはないんですけど、まあ、ちょっと A に行かない理由っていうのもこういう人もあるかなという風なところですね。まあ、ちょっと惜しかったかな、バルデに関しては。惜しかった。まあ、十分使えるんですけど、個人的には B ということにしてます。で、そして続いては A ですね。A はですね、SBC で来ましたガブリエル・マルティネッリ。そして女子選手アレックス・モーガン。そしてディバラ、ハフィーニャ、ジョレンテと、この5名になってます。SBC で来たマルティネッリに関しては、十分強さっていうのは、ありますね。アーセナルが好きな方だったりとかは作ってみてもいいのかなと思います。で、かつスキルがね、5にもなってる選手でテクニカルのプラス備えてるんで、まあスキルを使いたい方、あとはコントロールスプリント使いたい方にとっては非常にいいのかなというふうには思いますね。まあ単純にドリブル、L スティックのね、ドリブルとかも軽いですし、まあ速さもある程度ある選手にはなるので、結構サイドアタッカーとしてはいいかなと、いうふうに思いますね。ただまあ個人的に使った時は、まあ、フィジカルで結構負けてしまうなとかっていう風なシーンが多かったんで、フィジカルの理不尽さっていうのはそこまでないかもしれないですね。ですけど、まあ十分強さっていうのはあって、個人的には A ランクには入るかなという風に思いますね。で、そして続いてはアレックス・モーガンですね、女子選手。この人はですね、基本的にやっぱりめちゃくちゃ決定力が高い選手になりますね。男子選手と比べても、本当に ST としての決定力っていうのは高い選手ですね。決定力のその
シュート能力っていうのもありますし、レーザーもね、93もあるんで、非常に素晴らしいなというふうに思います。で、今週に関しては、カーブがね、ちょっと低いので、ロングのね、今週っていうのはね、まあ、入る時もあるんですけど、まあ、ソンとかサラーとかよりかは入らへんかなっていう風な、感じです。ベンゼマとかよりかは入らへんかなっていうような感じですね。まあ、結構ね、ケインとベンゼマの間みたいな、そういう選手にはなりますし、逆足もね、5なんで、しっかりこう決めきるっていう風な部分を持っている選手にはなりますね。あとはラピッドのね、プラスじゃないけど白のやつついてたり、しますし、まあ、結構ペース84ですけど意外と速かったりとかも、するので、まあ、個人的には普通に強いなという風には思いますね。で、そして続いてはディワラですね。まあ、この人に関してはね、この画像だったらわからないんですけど、逆足が3から4になってます。で、44になってます。結構ここはでかいかなという風に思いつつですね、能力的にも非常に素晴らしいです。さらにトリベラのプラスついたこと、あとはロングシュート値だったりとかカーブ値が結構高いので、まあロングのアウトカーブっていうのもどんどん打っていっていい選手に、なりますね。ペースもね、85までいってますし、ドリブルも軽い、そしてパスもうまい、シュートもね、打てるっていう選手になるんで、結構本当にマジで強くなってきてる選手になりますね。かっこよさと強さっていうのを兼ね備えてる選手で、やっぱり左利きで言うとグリーズマンだったりとか、まあメッシだったりとか、まあフォーデンだったりとか、ね、いろんな選手いると思うんですけど、その中でも普通にトップクラスに、強い選手にはなりますね。かなりね、この人はおすすめ、ですね。合わない人はあんまりいないんじゃないかなっていうぐらい強さがありますね。で、そして続いてはハフィーニャですね。ハフィーニャもですね、この画像だとわからないんですけど、スキルが5になってます。スキルが5になっていて、逆足が4という風な感じですね。まあ、やっぱりドリブルもともと軽い選手で、速さっていうのもあるので、そこにプラスをして、スキルもね、5になるっていうのは、めちゃくちゃいいアップグレードかなという風には思いますね。で、意外とちょっと守備もできるっていうのも、この人のいいところですし、パスもね、普通に出せる選手になります。めっちゃうまいってわけではないけど、特段下手でもないんで、そういう風なところもいいのかなという風に思いますね。で、シュートに関しては、まあ、入らない時があっても、まあ、しゃあないかなっていうところですけど、ある程度は全然決めては、くれる選手にはなりますね。十分サイドアタッカーとしての役割を果たしつつ、1対1とかだったら、まあ、決めて、ある程度決めてくれるっていう、そういう選手に、なりますね。結構個人的には、かなり強い選手にこの人もなりますし、値段自体もね、高くなるんじゃないかなというふうには思いますね。結構おすすめですね。で、そして続いてはジョレンテですね。ジョレンテはですね、LW に登録が変わっていて、逆足も5になり、本当にアタッカーのジョレンテみたいな感じで来ましたね。で、これによって守備能力だったりとかが少し、下がっているという風な感じになりますし、また RB の代替ポジションも消えてるので、サイドバックとしてジョレンテ使うってことは、まあ、ちょっと難しくなってくるかなというふうには思いますね。結構ね、このジョレンテはね、人によると、いうふうに思いますね。もちろんクロス、ウィップドパスかな、ついてるので、クロスを上げる選手としてはめちゃくちゃ優秀です。かつ、ね、普通にシュートも打てるんで、まあ、クロスを警戒してたら、普通に中入ってシュートっていうこともできるんで、まあ、十分サイドの選手として、そのクロッサーとしての役割っていうのは果たせるんですけど、まあ、中盤として使うのでもなくはないんですけど、まあ、ちょっと守備能力がもうちょっと欲しいなっていうのはどうしても思っては、しまいますね。ただ、まあ、普通に強さっていうのは十分、ありますし、3CM の一角とかだったら一番、最適なんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、強化はされてるんですけど、まあ、これまでのジョレンテ、強かったジョレンテの単純な強化ってよりかは、ちょっとひねった、感じにはなってしまうんですけど、まあ、ただ自分的には、十分ちょっと強さっていうのが、あるかなというふうには思いますね。で、そして続いては S ですね。S はですね、クリスティアーノ・ロナウド、そしてファンダイク、そしてミリトン、プテジャスと、この4名になります。まずはロナウドですね。
この人も非常に強化を、されましたし、ペースは87まで、行きました。シュートに関しては言わずもがな、決定力っていうのはえげつないですね。レーザーも高いんで、本当に決めきる力っていうのはトップクラスだと思いますね。で、パスに関しても、まあ、つなげるくらいにはっていう風な感じに、もちろんここも改善をされてますし、フィジカルも強い選手になりますね。パワーシュートのプラスに関しては、まあ人によって使う使わないあるというふうには思います。十分理不尽さ感じますし、裏抜けだったりとかもね、できる選手にはなるので、で、あとはやっぱ臭いですね。臭さがあって、ロナウドの方に転がってくるみたいなのがあるので、非常にこのカードは理不尽ですし、ウィンターワールドカードの一つのこう目玉のカードかなというふうには思いますね。で、そして続いてファンダイクですね。この人も非常に大目玉の選手に、なりますし、センターバックとしては値段は高いんじゃないかなと思います。まあ、ある程度のスピードだったりとかを備えながらですね、圧倒的な守備力、フィジカル能力っていうのを兼ね備えてます。で、空中戦もめちゃくちゃ強いですね。で、プレイスタイルがこの人も変わっていて、ブルーザのプラスになってますね。エアリアルじゃなくなって、ますね。まあ、これによってよりフィジカルで負けない、力っていうのを手にしましたし、ビルドアップ能力もあるという選手になるんで、まあ、本当に最強ですね。で、一応まあこれ面白いんですけど、大体ポジションで ST が、ついてるんで、まあ、5バックとかで、大工を初期褒めで ST に置いといて、途中で試合が始まったら3センターバックの一角に戻すみたいな、ことができる選手になりますね。単純に ST だったら決定力がちょっと低すぎるので、まあクロスゲーしかないかなというふうには思いますね。で、そして続いてはミリトンですね。エデル・ミリトン。この人もですね、非常に強い選手に、なります。ケミ合わせもいいですし、ペースも速い、かつ守備能力もしっかりしていて、フィジカルもある程度あって、空中戦も強いという、そんな選手になりますね。で、レース差もだんだん上がってきて77に、なってます。まあ、これでもね、ちょっと低いんですけど、ミルトンに関しては、個人的にはあんまり気にしなくていいかなというふうには思います。リアクション積極性も素晴らしいですね。で、ブロックのプラス備えたことで、まあ、よりちょっとこう、ミリトンの速さ、早く追いついていって、足出してブロックみたいな、ことができる選手になるので、このブロックのプラスっていうのは非常にいいかなと、いうふうに思いますね。まあこの人もある程度値段は、するでしょうし、その価値っていうのは十分に、ある選手かと思いますね。で、そして、最後ですね、プテジャスになります。この人もまあ単純に強化を、されて、一応この人もね、プレイスタイル変わっていて、トラップのプラスかなじゃなくなっていて、ティキタカのプラスになってます。まあ、もともとね、ボールコントロール上手い選手で、トラップとかも上手い選手なんで、プラスじゃなくなっても、いいかなっていうようなところ。かつ、ティキタカになったことによって、まあ、よりパスが上手くなるというか、ダイレクトでプテジャスからのパスっていうのはちょっとディフェンダーが反応しづらくなるという。まあこれもちょっといいプレイスタイルついたなというふうには思いますね。で、もともと5-5ですし、そこから能力が上がって、まあプラス1ずつだと思うんですけど、まあペースも83で、シュートも打てて、パスも上手くて、ドリブルもっていう感じなんで、で、守備に関しても全然この人もできるんで、まあ金でも今の現環境、トップオブトップの選手なんですけど、まあこれでよりなんか本当に頂点ぐらいに、まあなったなというふうに思いますね。まあ明らかな、メタ中のメタっていう風な選手ですね。まあというかね、こちらがウィンターワイルドカード選手のティアリストになります。まあ少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。